遅い。もう何をしているのよ。あのノキザルはちゃんと文を届けたと言っていたけれど、健介読んだのかしら。まさか健介あの文を夏希陣営の謀略だとか変な勘繰りをしていないでしょうね。ああ、もうこんなことなら普通に死者を立てればよかった。でもそれが家臣に知られたら中立であるべき私の立場が誤解されてしまうし。中立か。だけど親として娘の身を心配するのは当然よね。空が今どんな様子なのかそれぐらいは知っておきたいし、健介にはそれを尋ねるだけ。あいつに会う理由はそれだけなんだから。健介？あれ？今のって風で？もうあいつ何をしているのよ。私をこんなに待たせて。でも私どこかおかしいわ。空の様子を聞きたいだけなのに、それであいつを待っているのに、どうしてこんなにそわそわするのよ。なんでこんなに気になるの。本当に来ない気じゃないでしょうね。あいつのことだからこんな夜も更けた頃だと、今頃は誰かとしとねで。あいつもしかして空に手を出してるんじゃ。この変態！何を考えてるのよ。空はまだあんなに小さいのに。あんた最初からそれが目当てで空の陣営についていたのね。この汚らわしい変態め。何って。ごめん。ちょっと頭の中で変な想像が膨らんでしまって。もう謝ってるでしょ。健介があまりに遅いから余計なことをいろいろ考えてしまったの。そんなものは決まってるでしょ。両陣営の様子が気になっているの。知っていることを教えて。すぐそばにいる健介じゃないとわからないこともあるでしょ。そうでしょうね。越後に下心を抱く相模の連中にとって夏希はまたとないみこしだもの。よくある戦の形だわ。夏希もそうした己の立場を知った上で跡目に名乗りを上げたのだから。かわいそうと言い捨てるのはあの子に対して失礼よ。私はこういう立場だから
何も言えないけれど、健介、あの子たちのことよろしくね。ところで、健介、来るのがやけに遅かったけれど、本当に何をしていたの？本当に？まあ、そう信じてあげるけど、あんた、ね、クーにって出していないでしょうね。念のために聞いているの。あの子の親なんだから、若い男がそばにいれば気になるのは当然でしょ。バカなこと言わないでよ。誰があんたなんかに私が焼くわけないでしょ。もう帰れ、出て行ってよ。よくも毘沙門天の前でさような下品な話を。うるさい、早く出て行って帰れ。もう私ったら何を焦ってるのよ。